こんにちは、MD ジャックです。最近は夜ウォーキングをしていますが寒くなってきたのでヘッドフォンをしています。AG の WHP01K で aptX LL が必要で買いました。ちょっと低域が膨らむ傾向ですが、1万円以下で機能、音質面ともになかなかいいです。こんにちは、あいです。イヤホンレビューの冒頭にいきなりヘッドフォンの話から入るってどうなのって思いますが、まあいいか。さて今回は 2BA プラス 1DD のハイブリッドモデル TRN-TA2 です。ジャックさん、こういうデザインどう思います？フェイスプレートがスーパーカーのエンジンフードのメッシュみたいなやつね。かっこいいよね。なんかこれこんな風に書いてある。ベント付きフェイスプレートは空気の流れを調整するのに役立ちます。チャンバー内の圧力を均等にします。この革新的なデザインはデザインと機能の2つの目的を果たします。ベント付きフェイスプレートってことは音漏れもするのかなと思って耳を近づけてみたけど、はっきりとはわからなかった。でもなんとなくちょっと漏れてる感じはしたんだよね。KZZAX を思い出しちゃった。フェイスプレートは軽くて硬いマグネシウム合金、シェルはレジン仕様でよくあるタイプ。ドライバー構成が魅力的で、ダイナミックドライバーの振動板にカーボンナノチューブ使用。BA はノールズ33518が並列で2機のズレ部に配置されてる。この時点でキレのあるサウンドを想像しちゃうんだよね。ただ BA を2機並列で搭載だから、より自然さを追求しているような気もして、案外 BA らしからぬ音かもと推測。想像の通りでしたか？それは後半でね。それにしても外観は筒状タイプの TA1 を引き継がなかったんだね。TA シリーズって言われなきゃわかんないね。でも音を聞いたら、何ですか？何かわかりました？後半の音質編でね。大きさはどちらかというと小さめに感じるね。耳に当たるそばのイヤーフィンの突起というほどの突起はないので、装着面では多くの人に合うんじゃないかな。あえの小さめの耳にも合うでしょ。ミミーちゃん、また唐突の登場ね。そうね、確かに愛の耳にぴったり合う。これはプラスポイントね。さっきの音漏れ疑惑があるから、入手した方は外での使用前にご確認することをお勧めします。では音質比較動画に行きましょう。イヤピはいつものファイナル E タイプ。エイジングは120時間以上。ケーブルは付属ケーブルを使用しています。まず TA2 の単体波形です。なんだか少し右下がりですかね。音質比較動画で感じた印象があまり鋭い音ではなかったのと一致している気がします。第一印象から鋭い質感はあんまりなくて、形で表現するなら丸めの質感だったね。音質の好みは人それぞれだから、きっとこういう音が好きな方もいらっしゃるはず。これが狙ったチューニングなのかどうか TA1 の波形を重ねてみて分かった気がするんだ。どういうことですか？ピンクで表示した TA1 と共通している部分がかなりあるでしょ。300Hz から 10kHz ぐらいまでが大体同じ。シェルの形は全然違うけど、この波形を見てチューニングは TA1 をベースにしているみたいだなって思ったわけ。TA1 は 300Hz 以下の低域を結構抑えているから、 2kHz 以上の小域があまり出ていなくてもある程度バランスが取れていて、 10kHz 以上で1ピークある。 TA2 は逆に低域を強化していて、小域はそのままで 10kHz 以上も伸びてない。波形の通りだけど、この高低の差がそのまま TA1 と TA2 の基本的なキャラクターの違いになってる。ドライバー構成が微妙に違い、その差分もあって波形で見るよりは TA2 の小域は出ている感じもする。これはイヤピがファイナル E タイプの場合なので、セドナイヤーフィットライトでも比べてみたのがこれ。なんか TA2 の小域は一向に伸びなくて TA1 と差がついちゃった。2つのイヤピで重ねた波形を並べるとファイナルの方がまだちょっといいかな。今回はセドナに変えても小域伸びなかった。やっぱり TA2 はウォームな質感で間違ってなかったんですね。
間違ってないと思うよ。120時間以上のエイジング前後で音質に変化がないことも確認してる。ちょっと低域型で他の帯域に被ってきてる感じだから、解像感とか鮮明さが今一つで、サウンドステージももわっとした感じ。素の状態ではちょっと期待していた質感ではなかったけど、刺さらない高域という点ではいいかも。そう考えると TA1 もそんなに高域は強くないんだけど、バランスが取れているのでサウンドステージも広く感じるし、 Amazon でもありでも3000円台で入手できるので、バランスの取れたちょっと優しい系の音が欲しかったら TA1 がいいかな。そうなると TA2 はジャックさんの手持ちモデルの中ではあまり活躍の場がなさそうですね。そうだね、デザインはかっこいいんだけど、個人的な好みからは外れる。好みの質感ってなかなか素の状態では得られないから、こんな感じで軽く EQ 補正して使うよ。実際これで激変して良い感じだから。高域も一応触ってはいるけど、ポイントは低域を抑えること。これだけで高域がスッと持ち上がってくる感じになるから、高域を触るのはあくまで好み上の問題ということで。あと、これが VX の2モデルと比較した波形ね。中高域と高域の出方が真逆な感じだよね。TA1、TA2 はボーカルが前に出る感じの特性で、一昔前の KZ のモデルにこの特性を持ったモデルをよく見かけたよ。VX と VX Pro はどちらも高域が結構抜けてくるんで、この比較を見れば TA2 の高域が強くないことはわかると思う。そして低域が盛られてることも同時にわかるよね。ああ、ほんとそうですね。この中間くらいがちょうどいい気もしますけど。前回動画の TKZK、ウェーブなんかはいいバランス出してたよね。ということでまとめると TA2 はこんな感じです。もうちょっと低域を抑えて高域が出てくれたらなというのが私の受けた印象です。ウォーム系のチューニングは多分狙ったものだと思うので、感触系の鋭さを持つモデルが欲しい場合は VX や VX Pro に行った方が良くて、 TA シリーズと VX シリーズは質感の傾向をはっきり分けていると言えます。ということで TRN、TA2 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。